皆さんこんにちは。今日も動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けてアニメやゲーム、日本の文化についてできるだけ自然な日本語でお話ししています。前回の動画では日本と海外で名前が違うゲームというテーマでバイオハザードについてお話をしました。まだ見ていない人はぜひそちらも見てくださいね。そして今回もバイオハザードについてお話しします。今日のテーマはこちらです。私が好きなバイオハザードのキャラクターです。バイオハザードにはたくさんのキャラクターが登場します。皆さんにも好きなキャラクターがいると思います。私もバイオハザードの中に大好きなキャラクターがいます。それはジルとクリスです。今日はこの2人についてお話をしたいと思います。ぜひ最後まで見てくださいね。少し私の話をしたいと思います。私は実はホラーゲームがあまり得意ではありません。怖い映画を見るのも少し苦手です。ゾンビが出てきたり急に怖いものが出てきたりすると正直怖いと思ってしまいます。なので、じゃあどうしてバイオハザードをプレイするのと皆さん思いますよね。それはキャラクターがかっこいいからという理由です。怖いのですが、このキャラクターかっこいい、今後のストーリーが気になると思ってゲームを続けてしまいます。特に私が好きなのがジルとクリスです。まずはジル・バレンタインについてです。ジルはバイオハザードシリーズを代表する女性キャラクターの一人です。私がジルを好きな理由は、まず強くて冷静でいつもかっこいいからです。ジルは危険な状況でも落ち着いて行動します。ゾンビやモンスターが出てきても簡単には諦めません。自分で考えて行動するところがすごくかっこいいと思います。私はこういう強い女性キャラクターが好きです。でもジルは強いだけではありません。仲間を大切にするところや、ただ強いだけではなく女性らしさもジルの魅力だと思います。自分だけ助かればいいという考えではなくて、仲間を助けようとするところがかっこいいですよね。そしてもちろん見た目もかっこよくて綺麗です。ホラーゲームなのにジルが出てくるとちょっと安心します。そしてもう一人、私が大好きなキャラクターがクリス・レッドフィールドです。クリスもジルと同じくとても強くてかっこいいキャラクターです。バイオハザード6からは隊長として仲間の先頭に立ちチームを率いていますよね。すごく頼りになるキャラクターだと思います。クリスもジルと同じく危険な状況でも仲間を助けようとします。私はクリスのこういうところが好きです。強いだけではなく仲間を大切にするところがとてもかっこいいと思います。そしてクリスにはジルとの長い関係があります。この2人はバイオハザードシリーズの中でもとても重要なキャラクターです。だから私はジルとクリスが一緒に登場すると、この2人のタッグは最強だと思います。皆さんもぜひゲームをプレイしたことがない人は2人の活躍を見てほしいので、よかったらプレイしてみてくださいね。では今日の日本語のコーナーです。今日はバイオハザードのジルとクリスを紹介するときに使える日本語を5つ紹介します。1つ目は諦めないです。諦めるはもう無理だと思ってやめることです。その反対が諦めないです。最後まで頑張ってやめないことです。例えば、ジルはどんなに大変な状況でも諦めませんのように使います。進撃の巨人のミカサの名言でも、私はもう諦めない、二度と諦めない、死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできないという有名なセリフもありますよ。2つ目は必ずです。必ずは絶対にそうする、間違いなくそうなるという意味です。例えば、必ず戻ってきます、必ず助けますのように使います。絶対という言葉ととても似ていますが、必ずは少し丁寧で文章でもよく使われます。ゲーム内でもクリスが
ジル必ず助けると言っています。3つ目は何々すぎるという言葉です。程度がとても大きいことを指します。例えば、ジルとクリスはかっこよすぎます。2つ目は怖すぎてゲームを続けられませんというように使います。4つ目は立ち向かうです。怖いことや困難なことから逃げずにそれに向かっていくことです。例えば、ジルは危険な敵にも立ち向かいますというように使います。戦うよりも少し広い意味で使うことができます。5つ目は乗り越えるです。困難や問題を解決して前に進むことです。例えば、ジルとクリスはたくさんの困難を乗り越えてきましたというように使います。今日は私が好きなバイオハザードのキャラクターというテーマでお話をしました。私が一番好きなキャラクターはジルとクリスです。2人とも強くてかっこよくて仲間を大切にするところが大好きです。私はホラーゲームがあまり得意ではありません。でもバイオハザードはキャラクターがかっこよすぎるのでプレイをしてしまいます。皆さんはバイオハザードのキャラクターで誰が一番好きですか？ぜひコメントで教えてください。今日の動画が面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。